この役立たずが。いまいましそうに俺に罵声を浴びせるのはエリートな経歴を持つ上司だ。自分よりも下だと認定した人間には見下した態度を示す。特に高卒の俺には容赦なかった。高卒は不要。首。エリート上司は自分の首が締まっていることにまだ気づいていないのだった。俺は古内聡。周りからは愛妻家なんて言われている。刃物の製造会社が俺の勤め先だ。この会社は製造部、営業部、販売部の3つのカテゴリーに分かれている。俺は営業部、さらに言えば海外営業班に所属している。刃物の販売は国内外に分かれており、最近は国内での販売数がなかなか伸びずに悩んでいる。でも国外の販売数はずっと右肩上がり。日本産の刃物は国外で人気が高まっていることもあって、今では会社の売り上げのほとんどが海外への輸出になっている。俺は海外営業班の中で交渉するのが仕事だ。高卒ではあるけれど、英語が話せるため任命された。社内で俺以外に英語を話せる社員はいない。そこまで大きな会社でもないから、取引の件数を考えても俺一人でも十分だった。ある時、経営コンサルティングとして住友という男が派遣されてきた。住友はコンサルティング会社を経営しており、うちの社長にも売り込みに来たらしい。社長は住友の腕を期待して採用し、社の各部門を統括し始めた。しかし、その期待はもろくも崩れ去ることになる。経費削減が口癖で、目が合えばそればかりだ。住友はこの業界には詳しくないのだろう。指摘する内容はとんちんかんなことが多い。それもあって、社内での住友の評判は最悪だった。住友は営業部に来た時、コピー用紙の使用に口出ししてきた。営業部では発注を受けるとシステムに入力するが、発注内容は A4 用紙にコピーして発送グループに手渡す。発送グループは商品を箱に詰めた後、運送準備が整い次第、コピー用紙を箱に貼り付ける。これで発送準備完了となる。これが出荷までの一連の流れだった。住友が気に入らなかったのはコピー用紙とそれを貼り付けるガムテープだ。住友が言うには使いすぎなんだそうだ。うちの会社は IT 化が進んでいる会社じゃない。紙を使うなと言われてもそれは難しい提案だった。住友さん、経費削減はわかります。俺たちの部門も電気代の削減には協力しています。しかしコピー用紙を使うなというのはいくらなんでも無理やりすぎませんか？嫌なら自分で買えばいいだろう。頭を使いたまえ。必要な部分まで削ったらミスが増えるだけです。海外に送った商品は何かあっても対応できません。だからこそ間違いなく出荷したいんです。俺の意見など全く聞くことなく住友は出て行った。いつも指摘するだけで改善案は出されない。かといって妥協案を嫌う。とにかく自分の意見が通らないといつまでも絡んでくるのだ。俺たちは仕方なく自費で備品を購入することにした。さらに不幸なことに、これがきっかけで俺は住友に目をつけられてしまう。住友が次に着手した経費削減の対象は人件費、従業員の給料だった。古内、お前の給料だが他の従業員よりも高くないか？特別手当というのがついているんだが。英語が使えるのは俺だけですからね。海外との窓口も俺が担当しています。社長から特別手当をつけると言われました。特別手当というのは英語が使えるからということなんだな。これは他の社員も全員知ってますから聞いてみてください。嘘じゃないですよ。問題はそういうことじゃないんだよ。そう言うと住友は深く息を吸い込んだ。全員聞け。古内の給料が高いことに不満を持っている社員は手を挙げろ。俺に逆らったらどうなるかお前らに教えてやろう。最初は誰も手を挙げなかった。しかし
住友に睨まれていた社員が手を挙げる。するとポツポツと一人ずつ手を挙げ始め、気がつけば全員が挙手していた。これで全員の総意だということだな。何をするつもりですか？お前の給料から特別手当はカットする。住友のことだ。本当に俺の給料からカットするつもりだろう。とはいえ、手当といっても2000円という金額だ。大したことはないと思っていたのだが、翌月の給料明細を見て、自分の甘さを呪うことになる。住友さん、俺の給料どうなってるんですか？経費削減と言っただろ。それは特別手当の話ですよね。今回俺の給料はいつもの半分ですよ。全員の総意だ。それくらいは甘んじて受け入れろ。こんな応募許されていいはずがない。だが、これ以上住友と話し合っても時間の無駄だと分かっていた。今後のことを考えておいた方がいいのかもしれない。住友とはうまくやっていけそうもなかった。数日後、住友はどこからか俺が高卒だということを聞いたらしく、上機嫌で営業部へやってきた。お前、高卒だったんだってな。それなのに自分は替えの利かない人材だとか言い切ってたのかよ。別に言い切ってなんていませんよ。高卒なのは事実だろうが、お前の英語もたかが知れてるな。どうせ翻訳アプリでも使ってるんだろ。アプリなんか使っていたら正しい意図が伝わりません。タイムラグも生じますし、俺は交渉に手は抜いていません。はいはい、怒るな怒るな。住友は完全に俺をバカにして見下し始めた。俺が何を言ってもまともに相手をしようともしない。これだけ慌ててるってことは図星なんだろ。アプリさえあれば誰でも交渉できるってことが証明されたってわけだ。つまり翻訳アプリさえあればお前がいなくても海外との交渉は余裕だな。じゃあな、用済み。この日から住友の俺に対する態度は今まで以上に身勝手なものになっていく。飛び火が怖くて俺と話してくれる人も減った。それでも俺は仕事を辞めなかった。俺は毎朝のメールチェックが何よりの楽しみだった。海外のお客様とのメールが俺の心を支えてくれるからだ。それはある朝のこと。今まで何度もやり取りしている取引先から相次いでメールが届いていることに気がつく。内容はどれも俺の体調不良を気遣うものだった。俺は体調不良でもないし、メールに不満を書くようなこともしていない。送られてきたメールは、俺が送ったメールに対する返信のようだ。俺はメールアプリの送信済みフォルダを開く。そこには記憶にないメールが大量に入っている。すべてのメールが翻訳アプリで作ったような拙い英語か、もしくは誤用したまま送信していた。これでは送られた方も混乱してしまうだろう。こんなことをするやつは一人しかいない。俺はその男のもとへ急いだ。住友さん、俺のパソコン勝手にいじりましたよね。ようやく気づいたか。これでお前の代わりが翻訳アプリで可能なことが証明されたわけだ。勝手なことをするな。俺はお前を助けてやりたいんだよ。今までお前ばかりに仕事が集中していた。なあ、フルーチ。このままではお前が潰れてしまうんじゃないかと、俺は心配しているんだ。心にもないことを。住友の狙いは分かっていた。俺から仕事を奪うつもりだ。給料の減額で俺が退職しないから、住友が次の手を打ってきているのだ。住友はまた俺のパソコンを操作しようとしてくるだろう。そうはさせるものか。俺は自分のデスクまで戻ると、すべてのパスワードを変更してロックをかけた。これは効果があったようで、メールだけは住友の手から守ることができた。住友が派遣されてから数ヶ月後、住友が経営コンサルとしてやっていることが何なのか、同僚たちの間で話題になっていた。そんな中、製造部からは初めて聞く情報が出てきた。あいつ、頻繁に会食に行ってるって聞いたぞ。この前事務員が愚痴ってきた。接待ばかり言って、
あいつ何やってんのかしらってな。経営コンサルが誰の接待やってるんだよ。さあな、バカな俺には分かりませんって。ただ、相当な回数言ってることだけは間違いない。そしてそれを経費で落としていることもな。こんなことになっているとは知らなかった。パソコンに向き合ってばかりの俺は、仕事のほとんどがデスクで完結してしまう。社内の現状を把握するためにもっとコミュニケーションをとっていかなければ。その日から俺は仕事仲間はもちろん、部門外の同僚とも積極的にコミュニケーションを図った。すると大なり小なりみんな住友には苦労しているのが分かった。経費削減という大義名分を掲げてやりたい放題。逆らえば減給という状況で住友に逆らえる人間は誰もいなかった。うちの会社では毎月第1木曜日に定例会議が開かれる。売上の報告や予算だとか、まとめてこの会議で話し合う。この日、住友はやたら上機嫌だった。何か大きい案件でも獲得したのかと思えば、そうでもない。いつも通りの会議が進行し、そろそろ終わりが見えたと思ったら、突然、住友が席を立った。そろそろ大事な約束があるので、席を外させていただきます。会議室が沈黙に包まれる。誰も言葉を発さなかったが、俺には分かった。この場にいる全員が、住友は会食に行くと理解しているのだと。このまま見過ごすものか。俺は覚悟を決めて席を立つ。住友さん、その約束、そんなに大事なものですか？またフルーチか。お前には関係のない話だ。いや、関係ありますね。だって、今から行く会食の請求、会社の経費で清算するつもりですよね。全員の予想は当たっていたようだ。住友が顔色を変えて、みるみるうちに不機嫌になっていく。口の利き方に気をつけろ。誰のおかげでこうして仕事ができていると思っているんだ。それは他でもない、俺たちが働いているからです。住友さんは何をしているんですか？今日は誰との会食なんですか？この役立たずが。住友は顔を真っ赤にしている。この質問には答えられないに決まっている。でも、俺には住友の唇がにやりと歪んだのが見えた。一番の経費削減方法、見つけたぞ。高卒は不要。クビ。そんな経費削減、通ると思っているんですか？確かに、クビはやりすぎかもしれないな。俺だって鬼じゃない。給料全額カットで許してやろう。俺は反論していたが、またも住友が多数決を取り始めた。結果は前と同じ、全員挙手。誰が彼らを責められるだろうか。社員は皆給料を人質に取られている。生きていくためにはこうするしかないのだ。これで分かっただろう。お前が俺に逆らうこと自体無意味なんだ。わかりました。それならお望み通り退職します。今回で住友を追い出せるかもしれないと思ったのに、給料も半額で頑張っていたけど、ここらが潮時なのかもしれない。俺は会社を去ろう。心残りはあるが、それは次のチャンスまで取っておく。俺は退職届を書いて住友に手渡した。残念な英語スキルだけでよくここまでごまかしていたものだな。だが俺の目はそうはいかない。会社の資産の無駄遣いはお前本人だったというわけだ。俺にはもう言い返す気力も残っていなかった。住友とも何を話したかよく覚えていない。俺は会社に残る仲の良かった社員に挨拶をして会社を去った。それから1週間後、いつまでも無職ではいられない。俺の自宅のテーブルには様々な書類が置いてある。俺が書類を眺めていると家のチャイムが鳴った。来客らしい。玄関を開けるとそこにいたのは思いがけない人物だった。お前、俺の会社の従業員を奪ったな。そう、訪問者は住友だった。怒りで顔を真っ赤にしながら掴みかかりそうな勢いでまくし立てる。何を言ってるんですか。
無職になる従業員を雇う準備をしてるだけですよ。お前が辞めるようにそそのかしたんだろう。人聞きの悪い。あれだけ傍若無人に振る舞っていたんだ。俺が退職してから社内は大変だったらしいですよ。次は誰が住友さんの標的にされるのかって。俺はこの話を元同僚たちから聞いていた。少しずつ退職者が出始めたことも。俺は会社を退職した後、すぐに起業していた。事業内容はさほど変わらない。工芸品や雑貨を海外へ輸出するというものだ。会社にいた頃に取引していた会社と連絡を取るのは簡単だった。国内外のパイプは全部使い回している。すると今度は人手が足りない。だがその問題も住友が解決してくれたようだった。退職者の話は渡りに船だ。残るは資産。俺がテーブルに広げていたのは融資を受けるために必要なものだった。会社の売り上げも一気に下がったって聞きました。なんでだよ。お前が辞めた途端に海外の発注も止まった。お前と同じようにやっているはずなのに。同じじゃないからですよ。どういうことだ。メグ、少しいいかな。俺が奥の部屋に向かって声をかけると、俺の妻が歩いてきた。外国人。紹介しますよ。俺の妻です。はじめまして、マーガレットと言います。俺の妻はもう20年近く日本にいる。声だけを聞いたら外国人だとわからない人も多い。それほど妻の話す日本語のイントネーションは自然だ。お前に妻がいるとは聞いていたが、メグという日本人だとばかり。メグはマーガレットの愛称ですからね。よく勘違いされますよ。俺の妻の名前はめぐみだって。なんだよそれ。これでわかりましたよね。俺が会社唯一の国外交渉担当者であり、俺の代わりがいなかった理由が、必要最低限の話をすればいいわけじゃない。海外のお客様との交渉には日常会話が必要なんですよ。翻訳アプリでそれができるとお思いですか。住友はうつむき、そして動かなくなった。物も売れない、人も辞めていく。経営コンサルティングとして雇われた人間が経営を立て直すどころか会社を潰しかねない。住友にとっては八方塞がりの状況だろう。戻ってこい。お前が会社に戻ってくれば全て元通りだ。俺は戻りません。それに俺が戻れば元通りというのも間違いです。給料も元に戻せということか。いや、それは当然戻す。いや、倍の給料を用意しよう。あれだけ自分のことばかりだった住友が肝心なところでは自分のことすら見えていないのか。住友さん、会社のお金横領していますよね。俺の言葉に住友は完全に止まった。息をしているかも怪しいほどピクリとも動かない。事務員から聞きました。どうも不自然なお金の動きがあると。首の皮一枚で会社にいた俺は思い切って調査したんです。そして住友さんが会社のお金を横領していた証拠を見つけました。自分の借金の返済に充ててたんですね。もうそれ以上言うな。まだ社長には伝えていないんだろうな。ならそのことは秘密にしろ。金なら用意する。そのお金は会社のお金に決まっている。どこまで腐った性根をしているんだ。もともと助けてやるつもりもない。これでとどめにしてやろう。バレるのは時間の問題ですよ。事務員がすでに調べ始めています。彼女が社長に相談すればすぐにわかることでしょう。どのみち証拠は俺が抑えています。住友さんが社長に自ら話さないというのであれば、俺がこれを提出して終わりです。ああ、俺の人生は終わりだ。こんな会社のコンサルなんか受けなければよかった。住友は力なくうなだれて帰っていった。どうやら住友は横領の事実を内緒にして押し通そうとしていたようだ。しかし従業員の退職は止まらない。不審に思った社長が残っていた社員に聞き込みをして回った。その中に例の事務員も含まれていて、全てが明らかになった。住友は契約違反として損害賠償を請求される。もともと実力がなかった住友は自らの会社も倒産させ、手元には多額の借金が残ることになった。俺はというと、自ら立ち上げた会社が好調に動き出している。
無事に融資を受けることもできた。社長から戻ってこないかと相談を受けたが、断ろうと思っている。仕入れ先として売り上げに協力を提案してみる予定だ。